極道の家を追われ、歌舞伎の世界に飛び込んだ橘菊夫。歌舞伎の名門に生まれ、家系という運命を背負わされた大垣俊介。この正反対の境遇にいる二人が、400年の伝統芸能の頂点である国宝を目指す物語、映画国宝。見終わった後、単なる感動とは違う、喉の奥がぎゅっと詰まるような息苦しさを感じた方も多いのではないでしょうか。あの圧倒的なスポットライトの裏側で、彼らが何を差し出し、何を削り取り、どれほど心を摩耗させていたのか。こんにちは、精神科医のドクターリエです。今日は映画国宝を題材に、愛と支配の境界線について深掘りしていきたいと思います。一見美しいして愛や友情に見える物語の裏側で、一体何が彼らを精神の限界まで追い詰めていたのか。私たちの日常にも潜む期待という名の鎖を一緒に見つけに行きましょう。第1章、支配は善意の顔をしてやってくる。この映画を見ていて、私が最も残酷だと感じたこと、それは彼らを追い詰める人たちが決して分かりやすい悪役ではないという点です。むしろ周りの人間はみんな彼らのことを深く思い、純粋に応援している。あなたのためを思って言っているんだよ。君には素晴らしい才能がある。だからもっと頑張れるはずだ。こうした優しい言葉が受け取る側にとってはいつの間にか一歩も身動きが取れない鎖になってしまう。実は支配というのはあからさまな悪意よりもこの善意の顔をしてやってくる時が一番厄介なんです。なぜなら相手が良かれと思って言っているからこそ、受け取る側は期待に応えられないことに強烈な罪悪感を抱いてしまうからです。期待に応え続けようと必死になればなるほど、本当の自分を隠す影へと変わっていきます。ここには逃げ場のない3つの負の連鎖が隠れています。1つ目は期待の重力。一度期待に応えると次はもっと上を求められます。勝てば勝つほど期待は重くなり、一息つくことも立ち止まることも許されなくなります。2つ目は弱さの禁止。疲れたとかやりたくないという当たり前の本音を吐き出すことが居場所を失う恐怖と直結してしまいます。弱音を吐くことが自らその場所から降りることを意味するという無言の圧力が生まれます。3つ目は条件付きの自己肯定。結果を出している自分には価値があるけれど、そうでない自分には何の価値もないと思い込んでしまうことです。自分の存在意義が評価という外側に 100% 依存してしまっている状態です。いかにして彼らの魂が蝕まれていったのか、菊夫と師匠半次郎の関係から具体的に見ていきましょう。第2章、救済が支配に反転する瞬間。菊夫と半次郎。15歳で家を追われ、天涯孤独となった菊夫を拾った師匠花井半次郎。この出会いは菊夫にとって救済そのものでした。でも心理学的に見ると、この救いこそが時に最も強力な拘束に変わるんです。人は自分を救ってくれた相手に対して無意識に恩を返さなければならないという強烈な心理的な不快感を抱くからです。半次郎の命を削るような稽古、それは確かに愛に見えます。しかし菊夫の才能が際立つほど、半次郎の視線は菊夫という人間を通り越し、自分の果たせなかった夢を投影するための最高の器へと固定されていきます。これが私が呼んでいる条件付きの愛です。完璧に舞う限り、お前は私の息子であり、ここにいていい。このメッセージは、菊夫にとって単なる励ましではなく、生きるための生存条件になってしまいました。こうなると、心の中に厳しい監視役が生まれます。師匠が目の前にいなくても、
寝ている時でさえ、まだ足りない、もっと美しくならなければと自分を鞭打つ声が24時間止まらなくなるんです。菊男のあの狂気じみた輝きは、純粋な情熱であると同時に、二度と捨てられないための死に物狂いの防御反応であった。そう読み解くと、あの美しさが一層痛々しく見えてきませんか？第3章、コインの表裏、理想家と投影の罠。菊男とライバルの大垣俊介、二人はまさに一つの宿命を分かち合うコインの表と裏のような存在です。名門の跡取りとして役割を背負わされた俊介、才能によって役割に選ばれてしまった菊男、二人は正反対のようで、実は全く同じ自国を共有しています。それは自分自身ではなく、役割でしか自分の価値を信じられなかったことです。映画の中で半次郎が実の息子ではなく菊男を代役に指名したシーン、俊介にとってあれは単なる敗北ではなくアイデンティティの崩壊でした。期待に応えられない自分には価値などない、そう絶望する俊介の苦しみは、私たちの日常にある選ばれなかった時の痛みそのものです。一方の菊男は選ばれた瞬間に自由を失いました。期待のハードルが垂直に上がり、失敗が許されない勝者の孤独に突き落とされたからです。さらには周囲の善意の拍手さえも檻になります。ここで起きているのは周囲による勝手な理想化と投影です。観客は自分たちが日常で押し殺している理想や叶わなかった夢を菊男に投影し、彼は神聖でなければならないと理想化して自分たちの欲望を押し付けます。応援されているから降りられない、尊いと言われているから弱さを見せられない、善意は時に悪意よりも残酷に相手の休む権利を奪ってしまうのです。さて、今誰かの期待に息苦しさを感じているあなたへ、最後に精神科医として愛と支配の決定的な違いを処方箋としてお渡しします。支配とは条件をつけることです。期待に応えるあなたなら価値がある。この役割を全うできるなら認めてあげるというメッセージ。これは相手の輪郭を型に固定し、そこからはみ出ることを許さないコントロールです。愛とは自由を与えることです。たとえ期待に応えられなくても、何者になれなくても、あなたの存在そのものを肯定するというメッセージ。これは相手をありのまま許し、解き放つ行為です。あなたの今の環境の中に、ノーという自由はありますか？休む自由はありますか？もしそれがないと感じるなら、それはどんなに美しい言葉で飾られていても、愛ではなく支配かもしれません。菊男と俊介、二人は何者になれば愛されるのかという問いに縛られていました。でも本当の答えは、何者でなくてもここにいていい、その感覚を自分の中に少しずつ取り戻していくことなんです。いかがでしたか？映画国宝を見た後に残るあの息苦しさの正体がほんの少しでも言葉になっていたら嬉しいです。もしあなたにも心を縛ってきた言葉や救ってくれた言葉があるなら、よろしければコメントで教えてください。この動画が少しでも心に残った方は、高評価とチャンネル登録で応援していただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの心に本当の自由な風が吹きますように。